運を良くしたい。お金をもっと手に入れたい。今よりも状況を良くしたい。もっと自己肯定感を高めたい。などと思ったことはありませんか？自己啓発書を読んだり、セミナーに参加したりして、願望実現法や成功法則、引き寄せの法則などを試したことがある人もいるのではないでしょうか。その結果はどうでしたか？実践してみたけれど、思うような結果が出なかった。何も変わらなかったという方も多いかもしれません。または、現在大変な現実を体験している最中で、そこから抜け出したいと思われているかもしれませんね。そのお気持ちはとてもよくわかります。私は20代の頃、人生のどん底の状態でした。24歳の時、母親の病気をきっかけに会社勤めを辞めて、フリーターになり介護生活をしていました。お金は常になく、家賃3万8000円の狭いアパート暮らし。父親とは絶縁状態でパートナーもいない。自己肯定感などまるでなく、生きる意味も見失い、人生に夢も希望も持つことすらできない状態でした。そんなボロボロの毎日を送っていた私でしたが、人生が変わるあるきっかけがありました。それが斉藤ひとりさんの本との出会いでした。書かれていることを愚直に100日間実践することに決めたのです。すると実践から90日後に、それまで1日に20錠近くの投薬を続けていた母親の病状が薬がいらない状態にまで回復したのです。このメカニズムを知りたい。今度は自分の人生も変えたい。そう思った私は10年以上片っ端から自己啓発書を読み漁り、セミナーに参加して、あらゆるメソッドを自ら人体実験のように繰り返し実践しました。研究し続けた自己啓発書の数は2000冊を軽く超えています。そうして人生を変える最強メソッドに到達しました。それが幸運引き寄せ体質になる超感謝ノートです。超感謝ノートは私が15年以上書き続けている感謝ノートと引き寄せを起こす願望実現法を組み合わせた方法であり習慣です。感謝ノートを書くことで自然と自分の心の体質が変化していきます。そうすると不思議と奇跡のような出来事が何度も続けて起こるようになり、これまで効果が出なかった願望実現法も不思議と効果を発揮するようになるのです。この感謝ノートの習慣と願望実現法を組み合わせて実践することで、誰でも簡単に幸運引き寄せ体質になり、人生が驚くほど好転していきます。そして感謝ノートは願望が叶ったり、引き寄せが起こったりするだけでなく、このような効果も得られます。願望をどんどん叶えたい人や、現状を打破したい人には特におすすめです。これは私自身が15年かけて実証してきたことです。この超感謝ノートの習慣を始めた私は、精神的にも経済的にも豊かさがアップし、心理カウンセラーとして5000人以上の人生を豊かにするお手伝いができ、念願だった石垣島に夫婦で移住する夢まで叶いました。また YouTube を始めたところ、あっという間に10万人を超える方にご登録いただけたり、ここには書ききれないくらいの奇跡や引き寄せを体験し、かつての自分では想像もしなかった人生になっています。この1日3分から始められる超感謝ノートは、もう今後自己啓発書を読まなくてもいいというぐらい実践と研究を繰り返した末にたどり着いた究極的にシンプルな方法です。この本は本というよりも夢がどんどん叶っていく魔法のノート。ぜひ今日からこの超感謝ノートを試してみてください。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は1日3分願いが叶う超感謝ノートという本をご紹介します。皆さん、ちょっと聞いてください。もしも願いがバンバン叶ってしまう魔法のノートがあったら、どんな願いを叶えますか？なるほど。もっとお金が欲しい。仕事で充実したい。素敵な人と出会いたい。叶えたい願いは
それこそ星の数ほどありますよね。でも、同時にこんな風に考えていませんか？そんな風に願いが叶うことなんかありっこないって。実は本当にあるんですって。1日3分書くだけで願いを叶えてくれる魔法のノートがあったんですよ。そんな奇跡のノート、めちゃめちゃ気になりますよね。著者は心理カウンセラーマサさん。母親の介護で苦しんでいた20代の時に一冊の本と出会い、奇跡的にお母様が回復し、人生が開かれていったそうなんです。そこから言霊や潜在意識にまつわるありとあらゆる研究に没頭し、様々な自己啓発書やセミナーなどで得た学びや体験から、富と自由と豊かさを引き寄せる方法を手に入れられ、心理カウンセラーとして5000人以上の方の人生を変えてこられました。そんなマサさんがノートの習慣と願望実現方法を組み合わせることで、幸運引き寄せ体質になれることを教えてくれているのが本書なんです。前作、神様とシンクロする方法、願いがどんどん叶う奇跡の言霊という本をご紹介した際、言われた通りに言霊をやってみたところ、最新のテレビをゲットした経験がありますので、信頼感マックスで前のめりでご紹介したいと思います。興味のある方は、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。書くだけで人生が変わる感謝ノート。私は27歳から自己啓発や心理について学び始め、さらに自分の人生と相談者さんの人生で学んだ内容を実験してきました。15年以上実験を繰り返し、どんどん成果が出ているのでお伝えできることがあります。それは、この本でお伝えする内容を腑に落とせば、今まで自己啓発や引き寄せの法則で成果が出なかった人が奇跡を頻発できるようになるということです。奇跡やミラクルがたくさん起こるようになるので楽しみにしていてください。そしてこの本は実際に自分の手で書くということにフォーカスをしています。この本に書き込むことを推奨する理由は、本に書き込むことが人生を変えるファーストステップになるからです。どういうことか説明していきましょう。幸い私は自己啓発書によって人生を変えることができた人間ですが、なぜ自己啓発書を読んで人生が変わる人、変わらない人がいるのか。ある時、はたと気がつきました。それは本を読んで終わりになっている人が多いということに。インフルエンサーや自己啓発の講師は行動しようと言います。でも多くの人は分かっているけどそれができないからこそ悩んでいるのです。本を読んで行動してもそのメソッドで効果が出なかったら、どの方法をやっていいか分からなかったら、自分にはやっぱり無理だと心のどこかで思ってしまっていたら、そういった思いがよぎれば人は行動なんてできなくなります。そう、行動に移そうだけでは無理があるのです。これは私自身もそうでした。私自身2000冊以上の自己啓発書やビジネス書、引き寄せに関する本を読んできましたが、当然全てを実行したわけではありません。行動に移そうとしてもできなかったり、試してみたもののすぐにやめてしまったり、迷ってセミナージプシーのようになってしまったり、結局自分にはできないのではないかと悲観的になったりしました。そんな私が変われるきっかけがありました。それが書くことです。ある時から気づきを本に直接書き込むことにしました。面白いと思ったポイント、絶対にインプットしようと思ったポイント、試してみようと思ったポイント。すると、これまで行動できなかった自分が嘘のように変わり始めました。
書くことは能動的なアクション、行動そのもの。書くことはアウトプットであり、行動の第一歩なのです。これからは気づきがあったらすぐに本に書き込んで読み進めてください。そうするだけでもうすでに読んで終わりではなく行動が伴います。感じたこと、思ったこと、こうしようと考えたこと、直感に従って書いてみてくださいね。まずは力みをやめてみよう。ここからが本題です。人生で奇跡を起こすための方法をお伝えしていきます。自己啓発や引き寄せの法則などを学ばれる方は、意欲的で本気で変わりたい、人生を変えたい方がほとんどです。それ自体はとても素晴らしいことですが、ここに落とし穴があります。早くゴールに到達したいと思っている人は必ずハマってしまいます。それは力みです。人生を変えたい、引き寄せたい、などと思った時に必要なのは力みを捨てることです。なぜなら変わらなきゃという力みは焦りになるからです。これは私もかつて通ってきた道です。自己啓発系のとあるコンサルタントから詐欺に遭い、200万円を騙し取られた経験があります。当時、私は心理カウンセラーとして独立する直前で、様々なセミナーに参加していました。変わりたい、人生を変えたい、と力みすぎたあまり、すぐに変わりたい、と焦っていた私。交流会で出会ったあらゆることに対して知識や造形が深い人に、君は変われるよ。でも、僕のコンサルを受けた方が早いよ。と言われ、その場でローンを組んでしまったのです。最初は10日に1回のセッションがありましたが、4回目以降、その人と連絡が取れなくなり、音信不通になってしまいました。これは私が焦っていたことが原因で招いた結果です。ですから、焦ってしまう人の気持ちはよくわかります。成果を出したい気持ちも大切ですが、肩の力を抜いて取り組むことが大事であり、実は最短の道なのです。すべてを習慣にしようと焦って意気込むのではなく、まずはそのうちの一つをやってみようと思ってもらえたら嬉しいです。そして、この本は一回読んで終わりではなく、何度も読んでみてください。最低でも3ヶ月に1回は読み返すと、より成果を引き寄せられます。なぜなら、時間を空けて読むことで気づく箇所が異なるからです。今回は新たに気づいた箇所のメソッドを習慣にしてみよう。このくらい気楽に取り組むと無理なく習慣化することができ、自然と引き寄せ体質へと変わることができるでしょう。奇跡が勝手に起こり出す秘密の方法。引き寄せの法則という宇宙の法則があります。自己啓発の世界では別の言葉で知られている思考は現実化すると似ている考え方です。引き寄せの法則は今自分が願っていることが引き寄せられると解釈されているのではないでしょうか。思考は現実化するでも考えていることが目の前に現れたり現実に起こったりするというものですよね。なぜこれらは起こる人と起こらない人がいるのか。様々な要因がありますが、最も重要な点からお伝えします。それは、引き寄せの階段を知らないからです。引き寄せには、土台、前提があります。引き寄せが起こるメカニズムは階段状になっています。多くの人がやっているのは、引き寄せの最上段にある部分だけなので、うまくいかないのです。土台のない家が建たないのと同じように、土台のない引き寄せは起こりません。それどころか、マイナスの出来事ばかり引き寄せてしまうことにもなりかねないでしょう。引き寄せの階段は、感謝体質の土台を作る、潜在意識と仲良くなる、願望実現方法を実践するの3つです。これらを順番に作っていく必要があるんです。引き寄せの土台とは感謝体質です。自己啓発書においても、ありがとうや感謝の重要性を指摘しているものは少なくありません。しかし、感謝の重要性を本当に理解しているかといえば、心から理解している人は少ない気がしています。
なぜ感謝体質が重要なのか。引き寄せは思考、考えていること、願っていることではなく、感情が出来事を引き寄せるからです。引き寄せの法則や思考の現実化において、日々どんな感情で過ごすことが大切だと思いますか？感謝体質ができていない状態で願望実現に向かってしまうと、そこには渇望感が生まれます。また、うまくいかなければ失望感も生まれてくるはずです。土台の幸運を引き寄せる感謝体質があれば、あなたの心は今現在が幸福であるという充足感に溢れているはずです。つまり、いい感情がいい出来事を引き寄せるいい循環が生まれます。ありがとうが大事と言われても、感謝することは大事だと思うけどさ、そうは思っているけど、おっしゃる通り、感謝を意識することは忙しい日々を過ごしていると難しく感じるかもしれません。本来は楽しく嬉しいことであっても、毎日のことになるとそれが当たり前になってしまいます。でも大丈夫。本書で感謝体質になる方法を順番にご紹介していきます。感謝思考、感謝体質になると幸運引き寄せ体質になっていきます。自分が変化すると物の見方や捉え方が変わります。その結果として現実が変わったように思えるのです。私が以前200万円の詐欺にあったとお話ししましたが、この事実だけを見るとなかなかポジティブな捉え方はできないかもしれません。でも私自身が変化することで、詐欺の経験によって自分を変えるには力みと焦りを手放す必要があったのだと気づくことができました。悪い事例としてここで皆さんにお伝えすることもできたのでよしとします。このように幸運引き寄せ体質の人は一見ネガティブなことでもいいように解釈できるようになるのです。詐欺のような大事でなくても上司に怒られた時にそれまでなら愚痴ってしまっていたかもしれませんが、幸運引き寄せ体質になると、言われているうちが花だな。私のことを思って指摘してくれたんだ。と常に感謝が溢れてくるようになります。一言で言えば、お花畑マインドでしょうか。すべての出来事をいいことと解釈して受け入れることができるようになります。これはポジティブ信者になることとは別です。天気で例えてみましょう。ポジティブ信者は毎日晴れじゃないと嫌、雨なんて最悪と考えがちです。晴れは丸、曇りは三角、雨は×。このように極端に判断する傾向にあります。マイナス思考が強い人も同様に、いつも雨か曇り、晴れだと疲れてしまったり、どうせ自分には眩しい太陽は似合わないし、などと考えたりしてしまいます。一方、幸運引き寄せ体質の人は、晴れも曇りも雨もすべてよしと考えます。確かに人間の都合からすると、雨の日は過ごしにくいかもしれません。でも雨だって宇宙の成り立ちからしたら大切な要素ですよね。どんな状況だってよしと思えるマインド。今まで嫌だと思っていたことが気にならなくなる。これが幸運引き寄せ体質の特徴です。この体質になると当たり前のように日常が幸せで満ち溢れ、どんどん豊かさが膨らんでいくでしょう。人生を変える引き寄せの階段を上がっていこう。豊かさを引き寄せる幸運体質になるには、引き寄せの3つの階段が鍵になると、自らの経験で実証することができます。これらを実践していただければ、その先にあらゆる奇跡がどんどん起きる幸運引き寄せ体質が待っています。でも実は、最後の仕上げが残っているんです。それが0段目です。私たちは土台の最も深い部分に重要なポイントがあります。本書で1段目から3段目まで読み、ワークやノートを実践された方は、ぜひ0段目にトライしてみてください。また、0段目に向き合うことは、これまでたくさんの引き寄せや願望実現のメソッドを実現しても効果がなかったという方には特におすすめです。
自分の本質を根底から変える究極の方法と言っても過言ではありません。その方法を私の実体験とともにお伝えしていきたいと思います。世の中には引き寄せや願望実現メソッドが書かれた本、また方法を伝えるセミナーがたくさんあります。実践してみたけれど、なぜかうまくいかなかった。その理由を論理的に追求し、その上でどうしたら幸運を引き寄せる体質になることができるのか、私なりに解明して出たメソッドをお伝えできれば嬉しいです。私たちは誰でも幸運を引き寄せて自分の思い描く人生を送ることができます。あなたの人生がどんどん豊かで幸せになりますように。いつも通りプロローグ程度の内容となってしまいましたが、空気感伝わりましたでしょうか。本書はここから引き寄せの土台を作る感謝ノート、習慣力が身につく潜在意識と仲良くなる方法、願いが叶う願望実現法と引き寄せの階段を一つずつ登っていくことになります。マサさんがおっしゃっているように、しっかりと感謝の土台を作って、そこから幸運引き寄せ体質に近づいていくんですね。ですが、ここだけでは終わりません。すべての階段のさらに土台となるべく0段目。自分自身の根っこを変えてしまうこの0段目にもアプローチすることで人生をガラリと変えていくんです。僕は読んでいてびっくりしてしまいました。この0段目の章に入ってから明らかに空気が変わったように感じられ、確信に迫っていく雰囲気があるんです。ああ、言いたい。けどこちらは実際に本書を読んで体験してみてください。マサさんの本に共通して感じるのは、温かく優しい感謝の空気。絶対にこれをやるのだ。この方法を信じてやるのだ。という圧は一切なく、迷われたり悩まれたりしている方には、まずその原因を解消し、本人が立ち上がろうとするときには、優しくそっと手を添える。そんな本当の意味のサポートという空気感が読んでいてとても感じられるんですよね。きっとマサさんのカウンセリングそのものなのでしょうね。ですから読んでいる方もだったらちょっとやってみようかなという素直な気持ちになれるんですね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。